どうも、木村拓哉です。嘘です。こんにちは、こんばんは、太陽です。本日は日本のゲーマーの部屋はどんな部屋なのか紹介していきます。早速ね、見えるかな、これで見えるかな。後ろはね、大体ゲームとか CD の棚ですね。この上のフィギュアはね、俺フェイトステイナイトっていうゲームがめちゃくちゃ好きで集めてます。で、下の棚が大体お気に入りのゲームかな。これまたいつか紹介したいよね。グラブル VS デスストランディング、13騎兵防衛権、ペルソナですね。ここら辺はアトラスのやつです。で FF15、ニーヤオートマタ、ここからは一番好きなゲームですね。デラシネ、セキロ、ブラッドボーンですね。これは別のところにあるんだけど、北米版もあります。これダクソですね。ダクソトリロジーボックス、これ3つ入ってるやつね。で、ここはまた別にダークソウル3とダクソ2。これは PS、懐かしいな。これ PS3 版のダクソ2ね。これダークソウル、これ PS3 版、これデモンズソウルですね。で、ここ上が VR ゲームの東京クロノス。これ超懐かしいね。これそろそろあれだよ、プレイステーション5でリマスターが来るやつだよね。楽しみです。下が俺の好きな映画かな。最近はあんまり、あそこにルーク・スカイウォーカーもいるね。最近はネットフリックスばっかりなんだけどね、あんまりブルーレイとか買ってないんだけど、めちゃくちゃ好きな映画です。スパイダーマンとかマーベル系めっちゃ好きだね、俺は。セッション、これめちゃくちゃ面白い。世界で2番目ぐらいに面白い。こんな感じのキングスマンとかすごい好きだし、おすすめです。ここはそうだな、スイッチのゲーム、任天堂のゲームとか CD ですね。ここにダクソ2、これあれな、北米版のやつだね。ここスイッチのゲーム、リングフィットアドベンチャーとか、そうですね、ファイアーエンブレムとか、ポケモンですね。ポケモン全然遊んでないけど、ここも CD だったりして、ヘッドホンだったりします。デスク周りなんだけどね、椅子はかの高級デスクチェア、アーロンチェアです。これいくらだったかな、10万とか20万ぐらいだな。20万ぐらいです。これはね、いいよ。ゲームしてても編集しててもね、全然疲れないからおすすめです。仕事用かな。で、デスクです。こんな感じですね。キーボードはハッピーハッキングキーボードです。これ通称 HHKB って言われてるやつですね。 HHKB か。で、これもレストもそのまま使ってます。これね、すごい打ち心地がいいやつで、アフターエフェクトとか使ってるからね、やっぱりショートカットとかこう使うと指疲れちゃうからね、これでせめて緩和しようと思って。で、ここ本とマウスですね。これマウスは無線給電のレーザーのやつです。名前なんだっけ、見えるかな。レーザーマンバハイパーフリックスかなこれすごい便利。これ 80g ぐらいしかないんじゃないかな、このマウス。このマウスパッドにね、置くと自動で充電されます。ちょっと見てて、これ今何もついてないんだけど、これ置くと光り出します。これいいですよ。あと、のど飴。これね、俺ゲームしながら大声出すことが多いから、のど飴で緩和してます。ここにある本は、俺結構よく本読むんだよね。これスティーブン・キングの書くことについて。俺実は映画脚本家になりたいみたいなところあるからさ、夢なんだけど、これで勉強してます。あと、脳の右側で書け。これはね、最近ちょっと絵の練習とかしたりしてるんだけど、やっぱり動画編集、映像制作ね、してたらちょっと絵描けた方がいいのかなと思って少し勉強してます。これめっちゃ付箋貼ってあるけど、これも脚本術の本ですね。横は目薬だったりベッドティッシュ、これチロルチョコですね。よくチュッパチャップスとか置いてるんだけど、編集中とかによく食べてます。下もいろいろごちゃごちゃしてるんだけど、これ後で説明します。まずデスク前にね、キーボードの横に置いてあるのがこれ iPad Pro です。これね、あれだね、何に使ってんのって言ったら大体あれだね、Netflix とか Hulu、Amazon プライムビデオで映画見てます。あとはあれだね、メモとかここで使ってます。
これね結構いいよ。なんか Mac の代わりに買ったんだけど、まあパソコンの代わりにはならないけどね、すごい便利に使えるからいいかな。でそこで光ってるやつが、これがあれだね、編集機器、入力機器だね、オービタル2です。これねすげえ高かったんだよな。これまあすごい直感的に操作できたりします。ズームとかね、これできます。まあ、ショートカットとかも全部配置できたりして、これいくらだったかな、3万5000円ぐらいかな。めっちゃ高かったぶっちゃけ3万5000円の価値はあんまないと思うんだけどね、キーボードでいいやみたいなそうそう、HHKB はまあ2万5000円ぐらいだったかな確か。 iPad はまあこれ合計20万ぐらいで、これがレーザーの、ね、スピーカーです。これ結構いいね。なんだっけな、レーザーリバイアさんかな。これがまあ2万円くらいだったかな確かね。だいたい映画とか動画見るときはこっちに接続しています。横を見ると、まあゲーム機ですね、大体売ってます。これが、スイッチですね。ちょっと左右のコントローラーちょっとどっか行っちゃったんだけど、多分リングフィットのリングにね挟まってると思う。で横がプレイステーション VR 置いてます。これはプレイステーション4ですね、プロです。これデスストランディングエディションです。コントローラーもあります。でその横がまあコントローラー置いてますね。最近よく使ってるやつ。まあこれちょっとフリークとかつけちゃったりして、俺 FPS 下手だからさ、まあせめてねちょっとぐらい強くなろうと思ってこのフリークつけてます。これ結構良さそう。で横がね、あ、これシャドーバースのココと耳、かわいいでしょ。まあ横についてるのがアンプですね。これはそうだな、日本だったらロジクール、海外だったらロジテックかな、アストロゲーミングのミックスアンププロ TR かな。そう、これでイヤホンくっつけて、イヤホンが見えるかな、逆だ、手話の SE215 です。これねミックスアンプにつないでゲームやってます。ゲームと編集してるときはこのミックスアンプにつないで音聞いてるかな。で隣にあるのがあれだね、Apple Pencil。まあこれここにね接続して、まあ、メモとか絵とか書いてます。その横、まあ、棚だね。これ最近俺が一番面白いと思ってる漫画、チェンソーマンです。みんなよろしく。海外でもね確か10月にね翻訳されたやつが出るからみんな買ってくれよな。まあ、隣これハエトリのやつ、たまに小バエが来たりしてるから、これで対策しようと思ってます。これがエヴァンゲリオンの公式フォントですね。フォントとか結構買っちゃうタイプだからさ俺。これが小物入れだったりしますね。ちょっとイヤホンとかちょっと汚いけどって感じかな。で横はまあ本ですね。なんだこれ、動物の森だ。あ、最近あんま遊んでないけどね。俺本結構実は読むんですよね。まあ、脚本書きたいなっていうのもあるんで、いろいろ知識とか集めてます。これセーブ・ザ・キャットの法則ですね。これ結構有名な脚本術の本ですね。ブレイク・スナイダーの本です。まあ、隣はシドフィールドの脚本術、まあ、SF 辞典だったり、まあ、この、アイオンとか心理学の本はあれですね、いろんなゲームの元ネタになってるんでちょっと勉強しようと思って買って読んでます。まあ実際ねあんまり知識って意味ないんだけどね。まあアインシュタインも言ってたんだけど、調べれば分かることってあんまり覚える意味ないから。でも覚えて忘れた先にあるものが大事ですからね。アインシュタインも言ってたんですけどで下がこれまたチェーンソーマン、俺めっちゃ持ってるんだよね。俺 3,4 セットぐらい持ってる。下が MacBook です。まあ、結構昔に使ってたやつだな。最近 iPad を買っちゃったんで使ってないけど、まあこれ何年前かな、5年ぐらい前の Mac かな。まあ、最近は封印してます。ありがとう。でその横が、メインパソコンですね。CPU が i7 の8世代かな。8世代で、メモリが最近 64GB にしました。そこいいんじゃないかな。メモリね多い方がいいからね。俺どうしてもさ動画編集、映像制作、俺 VFX とかねアフターエフェクトで作ってたりするんだけど、多少ねカクつくだけでも俺イライラしちゃうからさ、64ギガ積んでますメモリは。HDD もたくさん積んでて SSD もそこそこ積んでますんで SSD1 テラぐらいかな。HDD が4テラとか入れてます。結構優秀なパソコンですね。でグラフィックボードがRTX の2080スーパーです。これ最近買ったんだよね。実はね
ちょっと前は RTX の2080使ってたんだけど、7月の最初の方にねぶっ壊れちゃって、で即秋葉原行って買ってきました。これいくらってかな、グラフィックボードない状態で買って15万円ぐらいかな。でグラフィックボードが12万円ぐらいだから、でまだメモリも増設したりしたから、合計3、40万ぐらいかな。これすっごいね、壊したくないね次はね。でさっきね横にあったやつなんだけど、これはあれだね、左手デバイスになりますね。これは編集用に買ったんだけど、なんかゲームとかにも使えたらいいなと思ったんだけどさ、あんま使ってないです。こっちの方ね買っちゃったんで、3万5千円だったんで、こっち使わないともったいないかなって思ってます。これはいくらだったかな、1万5千円ぐらいかな。そうでもない感じですね。また機会があったらゲームとかでも使っていきたいですね。モニターのこと言ってなかったね。モニターは、これは LG の 31.5 インチかのモニターになります。 4K の HDR 対応のやつです。60Hz なんでね、あんまりヌルヌルは動かせないんだけど、これ15万円ぐらいです。で隣のやつが、これがベンキューの何インチだっけな、これ24インチかな。24インチの、普通のフル HD のモニターになりますね。これは、1万円くらいだったかな、確か。だいぶ昔に買ったんだけど、早く新しいのにね買い替えたいんだけどね、ちょっと今お金がないからさ、頑張って稼ぎます。こんな感じです。では皆さん、日本のゲーマーの部屋でした。日本のゲーマーってね、めちゃくちゃ個性ある部屋の人たちばっかりだからね、俺なんかはまだおとなしい方なんじゃないかな。ではね、また動画見てください。あばよ。